いつもありがとうございます。岡健リフォームの岡健二です。私のあだ名は小学生の頃から岡健です。中学生の時も岡健です。今でも岡健です。中学校の時の英語の教科書の主人公が岡健でした。ですから、同級生400人いましたけれども、いまだに大体同窓会をしても名前は覚えていただいております。ですから会社の名前も岡健。そんなことどうでもいいんですけど、今日もたくさんのお客様からのお便りが職人に届いております。ではまずお一人目、東近江市の方です。近江八幡店の前の信号で止まるたびに、事務所はボロいが腕は一流のワンフレーズの看板が近江八幡店の入り口に書いてありました。ペンキの塗り替えをするときは岡健リフォームさんに注文してみようと信号で止まるたびに思っていました。ですから今回お願いしました。完成後の感想は、5月20日の契約で5ヶ月待ちで作業開始の連絡をいただきました。超大型台風19号接近の予報で心配でしたので、連絡をしますと、親方自らが来ていただき、作業していただき、安心しました。そうしたこともあり、出来上がりのペンキ塗りの出来栄えは見事でした。また親方のおすすめの色も息子にも良い色やねと褒めてくれました。あと2棟の建物もありますので、また相談したいと思っております。親方はじめ岡健リフォームのスタッフの皆様、お世話になりありがとうございました。東近江市〇〇町〇〇様、ありがとうございます。この親方っていうのは私のことではありません。職人の中の、リーダー、職長のことです。近江八幡にも事務所、ちっちゃな倉庫があるんですけれども、そこの看板をいつも見ていただいてて、塗装をするときは岡健に頼もうと決めていてくださったお客さんです。こういうのが一番嬉しいです。職人たち、私たちは作業をすることで、そういうことでしか、なかなか認めてもらえないのですけれども、それでも長年の間印象に残してもらっているということは本当に嬉しいことでございます。では、次のお客様、彦根市の方です。彦根市のリフォーム会社といえば岡健さんかなと思い見積もりをお願いしました。いつかプランを出してもらい、内容と価格が我が家の考えと一致できるのがあったので納得して決めました。完成後の感想は、職人さんが丁寧に作業してくださり、家がとても美しくなり嬉しいです。ありがとうございました。ただ一度ぐらい工事中にも
社長さんとのコミュニケーションが欲しかったです。そこはすごく心配でした。彦根市〇〇町〇〇様、ありがとうございます。すいません、一度もお話ができなくて、はい、工事中、何度かお家には、寄せていただいて作業の状態を見ているのですけど、なかなかお仕事をされているお家ですとお会いする機会もなく、また、先ほどのお客様、近江八幡の店の前をよく通ってくださるお客様など、結構私も滋賀県の北から南まで一日中走り回ってますので、なかなかお会いできる機会もなくすいませんです。だいたい1日の車の走行距離は1日1ヶ月で300キロ程度になります。できる限り、滋賀県の人々に岡県リフォームの外壁塗装を提供するために走り回っておりますので、至らないところは申し訳ございませんでした。